こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は多くの企業で活用されています人材開発支援助成金の改正内容について解説をしたいと思います。令和8年度に関してはまだ公表されておりませんが、令和7年度の補正予算成立を受けて人材開発支援助成金一部改正になっておりますので、その内容を解説していきたいと思います。人材開発支援助成金の一部のコースにおいて訓練対象の拡大、そして人材開発支援助成金全体として分割申請ができるようになったという内容についてです。今回の概要ですけれど、近年多くの企業で取り組むようになりました教育訓練ですけれど、今現状の各企業の教育訓練費の推移について見ていきたいと思います。特にですね、中小企業において教育訓練費用の増加というのが見て取れますので、その内容をまずはご紹介をしていきます。そして今回は人材開発支援助成金の解説ですけれど、この助成金全部で6つ、以前は7つありましたけれど、今は6つになっております。この6つのコースの概要をご紹介をして、令和7年度補正予算を受けて修正になったのが、事業展開とリスキリング支援コースの対象訓練となりますので、そのコースを詳しく見ていきたいと思います。その上で今回改正になるのが訓練対象の変更と分割申請ということになりますので、令和7年度における変更及び見直しの内容を見ていって、では自社で教育訓練を取り組んでいこうとなった場合に自社で考えるべきポイントについてご紹介をしていきます。まずは教育訓練費用の推移について見ていきたいと思います。今現状直近の調査結果によりますと、従業員1人当たりの教育研修費用は36,036円ということで、前年の調査結果に比べて1,430円増えている。そして4年連続で増加をしているということになっております。ようやくですね、コロナ前の水準になんとか近づいてきたという状況ではあります。また6割の企業が今後も教育研修に力を入れていくと回答をしていることから、さらにですね、従業員1人当たりの教育研修費用というのは増えていくと考えられます。そして、どのような研修をしているのかですけれど、多くの企業で行っている研修は新入社員教育、そして中堅社員教育、また選抜型幹部候補者教習、こういったものを行っているという状況になっています。そして全体として教育研修費用は増えているんですが、その規模別の内訳で見てみると、大企業では少し減少をしているんですが、中堅企業以下においては従業員1人当たりの教育研修費用が増えているということになっておりまして、やはり中小において教育研修徐々に力を入れ始めているというのがわかるかと思います。その上で多くの企業が使うのが人材開発支援助成金になりますけれど、全部で6つのコースがあります。障害者関係の方以前はありましたけれど、今は別の管轄になって移っております。そしてですね、この人材開発支援助成金ですけれど、段階的、そして体系的な職業能力開発を行っていく。そして職務に関連したものというのが大前提になっていて、その上で教育訓練計画に沿って実施を行った場合に、教育訓練に関する経費、そして訓練期間中の賃金の一部を助成をするというものになっております。多くの会社で使っているのは人材育成支援コースではないでしょうか。こちらですね、別の動画でご紹介をしているキャリアアップ助成金と関係がありますけれど、そこと合わせて申請をしている企業多いかと思います。この場合ですね、2段階でキャリアアップ助成金が今現状では申請ができるという形になっております。その他ですね、教育訓練休暇等付与コースというのもありますし、限定のコースというのがありますが、令和8年度までという形ですが、人への投資促進コースと事業展開とリスキリング支援コースというのが設けられております。令和8年度人材開発支援助成金、新しい内容が公表されて、このあたり期間限定のものが延長されるのかどうかはまだわかりませんが、
今現状はあと1年間という形になっております。そしてですね、その他に人材開発支援助成金には建設業特有のものがありまして、建設労働者認定訓練コースと建設労働者技能実習コースというのがありますので、また別の動画ではご紹介はしておりますけれど、建設業特有の助成金というのはやはりかなり設けられていますので、建設業界の方は活用してほしいと思います。こんな中でですね、特に今回改正があったのが期間限定になっている事業展開とリスキリング支援コース。こちらはですね、新事業への進出のための訓練等を支援をするものとなっておりますが、こちらを少し詳しく見ていきますと、事業展開とリスキリング支援コースというのは対象となる訓練は新規事業展開の場合、そしてですね、DX 推進等の人材育成という形になっておりまして、助成率は大企業と中小企業で異なりますが、中小企業の場合は経費助成は 75%、かなり高い確率で支援をしてもらえる。また、賃金助成につきましても1000円という形になっている。かなりですね、ここの事業展開とリスキリング支援コースは力を入れているというのがわかるかと思います。ただですね、実際使われているのは新規事業展開よりも DX 推進等の人材育成に関する部分の申請の方が多くて、約8割が IT ツールの活用ですとか電子契約システムの導入などになっているようです。またですね、このあたりにつきましては、その他の IT 化の補助金関係がありますので、そちらを使うという企業も多いようで、結果として新規事業展開に関する育成教育に使っている企業はあまりないというのが現状です。そして業種的にこのコース使っているのは製造業が一番多いというふうに言われております。そんな中でですね、令和7年度においての改正、2026年、令和8年3月2日からになりますけれど、この事業展開とリスキリング支援コースに関しては、企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練も助成の対象ということで、新規事業展開がなくてもですね、社内の配置転換ですね、そういった場合の人材教育が可能になってくる。人材開発支援助成金、そもそも原則としては、現状の業務との直接関連性というのを求められてくる。そして、新規事業を行う場合は、関連性がなくても今後の見込みという形で、事業展開とリスキリング支援コースが活用できましたけれど、今回の見直しによって、配置転換等に基づいて、新規事業に進まなくても、社内での配置転換を考えた上での教育というのも可能になったという形になっています。またですね、人材開発支援助成金全体として分割申請が可能になったという形になっておりまして、通常は1訓練終わった訓練終了後2ヶ月以内に支給申請という形になっておりましたけれど、多くの企業の場合1年単位で教育研修の計画を出すというケースもあるかと思います。その場合ですね、1年経たないと支給申請できないという形になりますが、今回はですね、訓練期間が6ヶ月以上の場合においては、訓練開始日から起算して6ヶ月ごとに支給申請が可能になる。半年ごとに支給申請が可能になるという形になっておりまして、ただしですね、通学または同時双方向型の教育訓練、通信教育に限定という形になりますが、少しですね、早めに入金がされると。そもそも人材開発支援助成金、都道府県の各、ハローワークでの処理のスピードにもよりますけれど、場合によっては10ヶ月、1年近くかかる、県もありまして、かなり入金が遅いというのが正直、個人的な感想ではありますので、やはりですね、このいった分割申請ができることで、資金繰りにも少し役立つかなというふうに思っております。そして、ではですね、自社の教育訓練、取り組みをしていきたいという場合、まず何をしていったらいいかということですが、まずは現状のですね、社内の配置の状況、そして能力の過不足というのを把握をしてほしいと思います。そしてですね、人材開発支援助成金活用する前にですね、まずは教育研修、育成に関しては、職業能力開発推進者というのを選任をする必要があり、その上で、事業内職業能力開発計画というのを作って周知をする必要がありますので、まずはこちらに取り組んでほしいと思います。
また、長期的な教育研修計画するのは難しいよというケースもあるかもしれませんが、この人材開発支援助成金10時間以上の研修が必須になってきますので、10時間未満の場合は別の動画でご紹介はしておりますけれど、東京都のスキルアップ支援事業というのも活用してもらうのも良いかと思います。人材育成への取り組みを進めていって、企業の経営の安定化を図ってほしいと思います。ではですね、自分の自社でより具体的に対応していきたいという場合は、会社の規模、業種によって異なってきます。どういった助成金を使っていったらいいのか、何を行ったらいいのか、そういった気になる点があれば、ぜひご相談いただければと思います。まずはですね、情報収集が第一歩だと思っております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。